イグランドでジョンです。今回はナビ vs ETX タイタンズというわけでね、対戦相手は世界大会予選最終予選まで出てましたね。あと一歩で世界大会出場ができたというぐらいのね、かなり強いクランとの対戦になります。結構世界大会出れそうかなーぐらいのクランだったんでね、本当に強いクランですね。というわけで早速やっていきましょう。さあ先行対戦相手、ダークオントップはクイヒーディガホグハン、ね。かなり見ましたね、世界大会予選。一緒に見てた人もね。このクランかってわかるんじゃないですか。シカリキングとかね、スーパーアーチャーとかスパガゴ飛ばしてくるクランですね。ただ、見習いウォーデンをつけたクイヒーを開始。この辺はね、スニゴブで両サイドをしっかり削りつつ、ウォルブレーカーつけますが、ちょっとここは、ギリギリ。この辺が見習いウォーデンのタンク力ですね。危ないところでしたね。通常クイヒーならね、間違いなくクロークが出てしまうところ。ただその分、こうしてイーグル砲の発動もね、早くなってしまうのはデメリットの一つですね。とはいえでも今みたいな火力の高いところを、事故を少し減らすことができて進む。ちょっとレイジが外れてるんで2枚目ですが、ちょっともったいないレイジにはなりましたね。気持ちが先行しすぎるレイジたまにあると思います。タウンホールを突破することができつつ、反対、3時の方からディガホグパートをスタートしていきました。見習い語でもついてることでね、ヒーラーの方も多少 HP はアップするので、ヒーラーにイーグルが当たったとはいえ、なんとか耐えれそうですかね。そんなこと言ってたらね、オーデンの方はなんか、オーデンと一緒にディガホグパートの方に入っていきました。これめっちゃいいトムですね。レイジタワーに合わせて、ディガホグの方もしっかりレイジつつ、ヒールレイジ、これも素晴らしいです。クイヒーの方はもうこれ1タゲしか入らない上に援軍がね、火力のない援軍なので放置でよくて、上の方をレイジタワー乗ったマルチ IT を固めてヒールをかければ、ディガホグの方が一旦 HP ね、マックスまで戻るところで、対1にタゲられた1体2体ぐらい落とされていくっていう流れですよね。そうすることでロイヤルチャンピオンの方も守られるということで。ただ呪文はないんで、あとはクロークで最終区画見つつ、ディガホグとね、なんか、うまいことなんとかするんですけど、さあ、ディギーが一旦これは止めることはできないか。投石入ったらめっちゃ強かったんだけど。遠いはいえ、これ強いっすね。なんか突破してるし。クロークもあるんでどっちにしろ。ディガホグの数もたくさんあるしね。かなりディガホグの使用率を上げてる人かなと思います。世界大会予選でこの人がディガホグをかなりやってたので、なんか真似してやってるクランも増えたのかなっていうのが、この人だけじゃないですけど、そういう印象を受けましたね。これは初手突、この前この突引っかかってたけど、これホーミングあったら引っかかるけど、届きましたね。クエイク揺らしつつタウンホール。一瞬だね。スニゴブかな1マスだったんで、スニゴブの方が通った時に、バネと小爆ぐらいしかね、罠は置けないので、あとトルネか。比較的スニゴブが、たとえね、この突撃艦がここで落ちたとしても、クエイクプラスのレイジースニゴブでワンチャン落とせんじゃねみたいなところも少し計算にあったかもしれないですね。プラスクロスボウがそれで折れるんでね。イエティのメインターゲットとしてクロスボウプラスのタウンホールっていうところを狙った使い方かなと思います。ちょっと怖い突ですけどね。ヒール2枚型のホグラッシュ。キングのためのサイドカット、スニゴブとか、ここスーパーホグ使ってサイドカット入れてきましたね。こういうのするならなんか、イエティとかの方がいいんじゃねって思っちゃうんだけど、今後のこと考えて、イエティだったらそこで割っちゃうんだけど、こうしてホグが、ホグとしての機能を発動するので、サイドカットにホグを使いたいってイメージなのか、そもそもプランとして考えるのがめんどくせえから、足りねえところはホグでサイドカットやろうみたいな考え方なのかわかんないですが、ただダブルヒール繰り広げつつ、マルチ IT の方をフリーズで固めて、投石にあと1回打ちたいですかね。ここに打って、もう1回どうするか考えるっていうノリかな。モノリスの方、ここに打ってった。さあ、ストライカーがクイーン処理ギリギリできなかった。惜しいですね。ワンプッシュ。1回誰か触れば終わり。さあ、ロイちゃんワンプッシュ。クイーンの方は処理できました。さあ、クイーンの方が真ん中マルチ打たれていったので落とされていって、マックスですね、こいつは。ロイヤルチャンピオンはブーメラン打っていきまして、どうだし、結構重くなってきている。ナイスディギ。
おお、強い。それ強い。見えないけど、ウォーデンはそこにいます。まあ、ディガーも一応あるはあるんで、こうしてね、タンクを、いいタンクですね、これね。ウィザードとディギーを守りつつ。押せるか、これ。ワンチャンあるぞ。この残ったユニットとウォーデンの方、ディギーも入るからね、これ。ディギーが、どうだ絶妙なトルネード。さあ、ユニットはちょこちょこ溶けていきましたが、ウォーデン生きてるので見づらいですが、全開持っていく。まあ、かなり際どいところでしたが、なんとか。まあ、ある程度プラン通りでの展開だったんで、まあ、取りたいところではありましたね。さあ、おーいえ、この人はね、まあ、サービス終了をかなりやってる人ということで、世界大会予選もね、最後、めちゃめちゃやってましたね、この編成。コウモリ型のイエティのスーパーアーチャー編成。まあ、見習いウォーデンはどこに使うかって感じですが、両サイドイエティとスーパーアーチャー1体ずつ置いてからここから展開されていきました。あと全ヒーロー物販かな。フットランチャー置いて、まあ、ストライカーも。ここ見習いウォーデンも本体につけてますね。まあ、キングの HP 増強みたいなのがイメージなのかな。まあ、差し的なことね、思うんだけど、毎回思うけど、これキングはね、早めに出すのはどうなんだろうなって思う派ですね。まあかなり、この人はね、サービス終了たくさんやってる人なので考えがあって早めに出してるとは思うんですけど、クエイクも使ってウッドランチャーの穴開けを補助していくような使い道。クイーンの方も HP 持ってかれかけたので、ここはクローク使っていくんですが、アイゴレがいいですね。いいフリーズを作っていく。スニゴブがタウンホール近くまで走っていきますが、タウンホールが全く落とせそうにありません。サービス終了系の編成、これね、タウンホール反対から行った時にタウンホール全く取れる可能性がないこの展開、相当辛いですね。まあ、サンジロイちゃんで、ここはリカバリーをかけていきます。まあ、基本的にこのやり方、呪文の方をすべて、コウモリパートに最テクレベルのね、あれの使い方になってるんでね。まあ、レイジは多分、本体向かったところで打ちたかったと思うんですけど、こうなったらロイちゃんに使うしかないですからね。さあ、イエティダブルで入って、落とせないのはしんど。それ落とせないのバカしんどいけど。さあ、レイジロイエルチャンピオン、ここはブーメラン持ちつつ、インビジブル当然使っていって、タウンホールプラスモノリスの方までこれ触れるかな。そっち行っちゃう。だね。さあ、あとは、まあ、投石は多分中心部、本当は落とせてるというプランニングだったと思うんで、上からですね。まあ、マルチ IT とウィズ島っていうところが同時にフリーズかけられる位置になってくるので、ここに対してフリーズなんですけど、まあ、中心部本来クイーンがね、この投石折ることができてれば、ここでね、食らうことがなかったんで、嫌なフリーズ使わされてますね。まあ仕方がないです。これは投石を優先してフリーズ打ってきましたが、まあこうなっちゃったら厳しいんでね。まあなかなかね、僕の方のチャンネルでは、こういうサービス終了系の編成をね、ほとんど扱うことがないっていうか、攻める人がね、いないんで、まあ面白かったんですが、77% です。さあ、ジーマ。援軍来てます、ジーマ。バドジンガーですね。バドジンガーで出てた人ですね。まあ、ナビのサポートメンバーとして、まあ、去年もね、配置最後トラップとか世界大会前に見てくれた人なんですけど、助っ人で参加してますね。ジャイアントからのクイーン、そしてリターンが2枚ありつつ、ヒーラー1枚、クエイクも1枚というところ。51天才か。じゃあ、マルチのとこかな。金庫殴ることでこれは HP 回復させつつ、反対もう一回使いそうなんですけど、結構火力も高いんでね。ヒーラー1枚でタンクしきれないぐらいの、どうだ？フロック、オッケー。まあ、プラン外でしょうが、クイーン触れるならこれ黒く入っちゃうのは、まあありかなと思います。で、多分、マルチ IT 安いおるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね。両サイド安い折れて、この、天才はかなりいいですね。さあ、頑張れ、スーパードラゴンパート。スーパードラゴンを守るためのトームを打ってきました。突撃艦からするとちょっと早いタイミングなんで、これなんかトラップがあると怖いところなんですが、
トラップはありましたが、届いたんで、まあ結果オーライかなというところ。特になんもない。ラッキー。体地折れると美味しい。特に何もない、これも。さあ、一気にいろんなものを展開していきました。エレクトロタイタンプラスのキングクイーンです。ウォーデンの方も落とされてきましたが、宝石が折れないと踏んで、ここはロイヤルチャンピオン差し込み。援軍の方もちょっと怖いですね。フリーズかけてクイーンをギリギリ延命。スーパードラゴンが真ん中クラン城の回収をやってくれる。ピストも使わないとね、ターゲット取れない。苦しいね、これ。でもフィスト使っちゃうと厳しいし。まあ、全部結構後手後手に回ってしまったような感じもあるので、まあ、結果としてはこうなっちゃいますね。対、フィストからのストライカー。ストライカー早めに出しすぎるとマルチ相手に溶けちゃうので、フィスト使ってバーバリアンの方でタンクしてから、ストライカーを長らく生かすということで、キングの処理をやっていくようなやり方。これ結構基本ですね。あとは、頑張って伸ばしてくれ外周部というところ。タイタンも採用していることで、まあ、キングパートはある程度伸びていくかな。ただ、フェニックスではないので、キングの HP は有限です。このまま。まあ、どのキングも有限ではあるんですけど。一回ね、乗り越えることができないというところで。ガーゴイル強いですね、それ。いいガーゴイルではあるんですが、穴開けもできないので、結構伸びたんですが、91% です。今日はクラウスがいないですね。さあ、シカリキング。お、マジか。この人の突撃艦以外の戦術見たことないんですけど。ですよね。まあ、スパーチャか花火を初手でぶっ飛ばすのかな、そうなると。スパーチャじゃない、スパビズか花火を初手で飛ばしてきそうなんですけど。この人ほんと突撃艦しか使わないんで。上からだった。ウォーデン使わないのかな、どうだろう。ロケバルとか持ってきてるわけでもないので。ちょっと怖いけど砂げしていく。まあ、花火かな、この使い方どうだろう。ウィザードかな。ウィザードなんだ。ここまで伸ばすことができれば OK って感じだけど、今の突撃艦でホーミングヒットするとウィザード結構死んじゃうプランなんで、これ、花火じゃなくてスパビズ採用してるのは相当メンタル強いというか、ハートが強いですね。ここで落ちた時に突ウィズだとリカバリが一切効かない。まあ、花火、ガーゴイルでも結構きついんだけど、それ変わんないんだけど、一応壁を無視できるガーゴイルの方がね、一応リカバリー、まあ、どっちにしろ事故っちゃうからもう、上振れ狙ってっていうのはあるのかもしんないけど、まあ、ホーミングチェックのね、バルーンもそんなにロケバルとかも採用せずなったので、まあ、スーパーホグと、スーパーウォールブレーカー両方持ってきちゃってるっていうことでね、ロケバル使えないので、まあそういったところでもうバルーンで思い切ってやっていくしかないかなっていう開き直ったプランかもしれないです。ただウォールブレーカーも使いつつ、ここはテストウォールブレーカーからの本命のウォールブレーカー入れていって、いいですね。しっかりターゲットを確認して、ウォールブレーカー泣いた、キング頑張る。非常にいい形が作れてますね。スーパーホグから通常ホグもサイドカットいろいろ出していきつつ、ここは合流しつついいトームが打てそう。さあ、ストライカーも合わせてレイジからの一気のトーム。ストライカーもこのレイジに乗ってね、ロイヤルチャンピオンの方走っていって、バネトラップが3つあったんですけど、いろいろヒットしていきました。ストライカーの方でロイちゃんの方はほぼほぼ解けたかなって感じではありますが、ストライカー早めに走らせることのメリットとして、ホグ編成の場合は、こうしてね、陸のトラップを解除してくれるとかも結構強いっすね。あ、ポイズンそれめっちゃありがてえ。切れたわ。いけるね、押せるね。まあ、この人ね、結構突撃艦の後の方はしっかり全開取れるプランを組むことが多いので、まあ強いプランなんで当たり前なんですけど、通っちゃえば強いプランをね、かなり毎回組んでて、まあ今回も通ったので強いですね。まあ、しっかり結構、なんか、突撃艦通ったところで結構難しくなる人も結構多いんだけど、この人はちゃんとね、通った場合はしっかり取れることが多いので、まあ、そういったところの選択は非常にいいのかもしれないですね。4ヒーロー。
あ、キングはいないか。3ヒーロー生存して、いい全開という形でした。さあ、学クイヒホゲ。一つかな、これは。サイドカット一旦入れたって感じか。ちょっと膨らんでますね。ちょっと膨らんでるの嫌だな。ちょっとこれ警戒してバルーン出しましたね。撃たれる可能性あるなってところで。まあ結果こうして撃たれる感じだったので、今のバルーンがなければヒーラー1体失うところだったので、いいバルーンタンクだったかな。インビジブル使うね、ここは。そうだね。さすがく。さあ、ホーミングもしっかり解除しつつ、そうなると左の迫撃砲の方もね、罠がありそうな感じなので、しっかりチェック。オーブルブレーカーはそこついちゃうんだ。あ、ついたね。通常オールブレーカーでここ狙っていく。まあ、スニゴブ採用してるっていうのもあって、ここはレイジ乗っけないと厳しそう。開かない。開いたら強いね、それ確かに。まあ、レイジタワーが乗ったことで、マルチ IT がほんの少しずつ触るだけでももう、届いてしまいますよっていうところで、この辺レイジタワーの強さ出ましたね。昔のタウンホール10のね、回復できないウォールブレーカー時代の穴開けを、懐かしいんだ感じ。フリーズかけながらウォールブレーカーで穴開けしてたからね、昔はね。今はね、スーパーウォールブレーカーで簡単に開くけど、穴開けのためだけにフリーズ使う時代があったんですよね、昔は。さあ、ここ開くことができなかったのでね、真ん中マルチ2本折りっていうのが食い火でできなくなってしまって、合流捕鯨。突撃艦まで、多分これプラン通りかな。さあ、いいトーム。まあ、安いパーあるのと、このトームで、おお。フリーズっぽいところにレイジ置いてった。さあ、突撃艦とかも出ていきますが、多分中身はスニゴブ入ってるんで大丈夫ですね。そこまでビタ付けでトラップもなかったので OK。さあ、スニゴブ、じゃないや。スケルトンの呪文を置きつつ、スニゴブサイドカット、フィストとかもそろそろ、そうですね。ターゲットぶらすために打ちたいので、バルキリーからのホグとかも、この辺のごちゃごちゃ、結構大事なんですけど、飛ばすのも強いですね。中心ロイヤルチャンピオン入ってしまったところ、まあ、対1クロスまで追ってくれて、まあ、マルチ IT はベビドラで折る展開になりそうかな。クイーンもしくはベビドラで折らなきゃ厳しそうな感じになってきたので、他をどうやって削ろうか。まあ、アーチャータワーとかにベビドラさしてクイーンで削りに行くか、まあ、ベビドラサイドカットの方を選択しましたね。あと、レイジがあるので、ここ打って、まあ、フリーズも、まあ、どうにか頑張るしかない。基本的にもうここレイジ打ったならフリーズは最終盤の方にどこか残すような選択をしたかったのかな。キングの方もフェニックスついてるんでね、死んでくれたことによってメリットあるので、まあ、アーチャーターフリーズでウィザード刺すとかはありだったかなと思います、裏にね。このアーチャーターね。このアーチャーターに裏刺して、なんかウィザード固め出しとかもワンチャンありなシーンかもしれなかったけど、まあ、クイーンの方がもう黒くないのでっていうのと、時間の方が間に合わなかったですね。まあ、まさにウォールブレーカーさえという形で、プラン自体はね、いいプランだったと思うんですが、ただ61天才、まあ、どっちか折りかな基本的には。わかりやすいね、これは。まあ、多分、ここ折って、キング、クイーン区画入れて、クイーン上、ビヨーンつって、やるんじゃないですか。で縦ユニットいないからそんなことないか。ゴレム採用したいんですよ。じゃあ違うかも。モノリス折ったりすんのかなこれ。モノリス折ってタウンホールをなんかこの辺やるそんなことないよね、さすがにね。まあそうですよね。こっちを見てった。これ短期クイーン見てるありそう。短期クイーン見てるね。スケルトンとクイーンの方でやっていきますが。さあ、このリクスケだるいよ。時間取られるね。バルキリー1体採用したりとか。このフリーズに合わせてテスラにバルーン合わせたいですね。反対サイドも取りたいんだけど。トラップめっちゃある。このモノリスのターゲットを取るバルーンっていう意味合いでもね、タイミング結構大事だったですね。結構この人は、クイラバをやってることが多かった印象ですけど、インビジブルはないので、これ、自力で戻ってくんないと、あれですが、キングを使って大砲の方をカットしていきつつ、ウォールブレーカーはどこ出したんだ、これ。援軍連れちゃいましたね。これ援軍追を目的としてるのかないやーギリギリの戦いこれは、耐えたな
さあ、クイーンクロックタウンホールまで。さあ、こうするとキングの方が、強いね、それね。まあ、結果的には12時区画にキング入れるような展開になりましたね。で、あとは、なんとか頑張ると。ドリルを持ってきてるので、マルチ IT に刺す展開作りたいのかな、基本的には。まあ、ボマーではなくドリルを使っていくというやり方ですかね。いやー、援軍の方もこれ、クイーンめっちゃいいとこで当たれてんな。さらばハウンド、同時展開進む。あ、こういう使い方なんだ。ドリルロイちゃん一緒に入れてきましたね、ラバルと。で、ごちゃ混ぜ一機のトームをどっかでぶち込んでいく感じなのかな、この使い方は。あ、まだ撃たない。そろそろ耐えるね。ここでトーム撃っていく。すごいプランだ。これマルチ IT 直差しでよかったすぎない？どうなんだろう。どうなんだこれは。まあ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 。結果的にはね、こうして最終区画の方も伸びてるので、多分どっちでもいけたっていうのが正解なのかな。これはいけそうですね。ドリルが普通に強い。ドリルロイちゃん強いし、トーム一緒に混ぜ込んでいくことで、まあね、ロイちゃんパートの伸びもある程度見込めるっていう形なのかな。ドリルが死なないですね。まあ、死なないってことはちょっと余力もあるっていうことなので、まあある程度、もう少し負担がかけれることもできたんでね。まあマルチ IT 直差しも一つの手だったかなというところでしたが、まあ、結果的にこれで全開なので、これも一つの答えですね。さあ、星361天才。シューターが持ってきてたのをランチャーの方に切り替えまして、反対から行くのかな。強っ。レイジター、オデンゾ、対地クロスボウ、そしてバルーン。天才だけのバリューで言うとこの辺も強いんですけど、なんか上から突撃艦トーム、タウンホールイエティとかが飛んできそうな配置ですね。トルネード、トラップ、そこ置くと守れんのかな、この配置。良くも悪くもそこが、攻撃も守備も一旦ね、そういうプランが見えそうな感じの配置かなと思います。まあ、その上で別の戦術をやってるわけですね。キングの方を下から使って対地クロスボウとか、まあアーチャータワーとか大砲とかその辺全部のね、タンクをさせていきつつ、マルチ IT、早く降りたいウッドランチャー。さあ、ウォールブレーカー入れつつ、いいですね。うまい。フィストで流していくことでアイスゴーレムも対地クロスボウのタンクができるような形になりかけたんですけど、なんかユニコーンから撃たれている。さあ、中身のイエティと、ウィーンの方が投石から入っちゃってましたね、これ。クイーンクローク入れて、ロイヤルチャンピオンまで最低折れれば、進めるか、まだ。投石の方降りに行ったね。これいいフリーズとなるか？降りきれず。大工がかかってはいるので、ここはベビドラ採用。ホーミングとかは特になければありましたね。さらバルパート上からスタートしていきました。赤枠がたくさん出てくる。しんどい。どんどん落ちていく。さあ、ここでもうトームかけていきます。ウォーデンの方が HP えぐいことになってますね。自動トームが出ている感じか。やっぱトルネあるよね。この上で凸トームのイエティが通るかどうかわかんないんだけど、俺は。なんか通るような気もするっちゃする。ちょっとタウンホールが相当やばいな、これ。タウンホール残りそうっすね。星1だ。世界大会のね、最終予選の方も結構星1多く見たんだけど、ナビの方でも。天才ラバル結構星1のリスク高いなって見てて思うな。タウンホール反対からヒーローパートを進めるっていうところと、タウンホールラバルの方が、こうしてちょっとトルネードとかね、赤バックとかで、マルチ IT とかいろいろ置いてあることで、普通にね、難易度として高いタウンホールラバルをする上で結構、星3ですらこうしてね、星1になっちゃってるんで、ミスが結構多かったってところ。あと、シンプルに天才に呪文作んでリカバリに使えるフリーズとかが少ないんですよね。あと、なんか今みたいに9時区画残った時に、バルーンがね、ちょっと9時の方流れでタウンホール残るみたいな展開も結構多かったりっていうところで、さあ、ここは、こちらも、ちょっと、星1結構見たなっていう、そのままの印象、75% 終了です。
おー、逆に珍しいスーパーバーバリアン編成。なんかこのクランこういう攻めがね、めっちゃ多かったんで、なんか、逆に、やっと来たみたいな感じだね。世界大会予選ほぼこの攻めをばっかりだったしね。フリーズかけてのドームになるのかな。一発安い、受けちゃうんですけど。これえぐ強気。エアスイバウンド。えぐいな。フォームかけずにエアスイでバウンドするから帰ってきたやつにドーム合わせようっていう。まあ、意味はね、わかるんですけど、その、バウンドの瞬間にフォーミングヒットしてたらもう突撃感割れちゃうからね。まあ一応これあれだから、いつも使ってる配置ではあるから、罠の位置が分かってるとかあるかもしれないんだけど、えぐいな、今の。撃たない勇気。まあ、強い。まあ、強いっすね、この突は。今のバウンドおもろいな。ウォー来て、まあ、スーパーバーバリアン編成なので、サイドカットをスーパーバーバリアンでやっていきつつ、ストライカーは一応3発持ってきてるのね。まあ、キング、クイーンと1体ずつぐらい使おうかなぐらいの、そんなテンションじゃないかなと思います。大砲に1体スーパーバーバリアン出すだけで今クイーンの HP 結構コントロールできそうだったので、これ被弾したことでクイーンクロック履かせられるのは美味しいね。まあ外周部の大砲フリーズでね、凍ってたんですけど、アイゴレの。割れるタイミングでスーパーバーバリアン出すとこれ、破壊もできるし、クイーンのターゲットも入らないっていう一石二鳥のね、スーパーバーバリアン。5枠1体出せばいいだけなんで、もう投げ得かなと思ったんですけど。フィストもそろそろ使い得なシーンですよ、これ。クイーンの方を落とすことができました。スーパーバーバリアンの方をクロスボウを狙う目的で投げ込んでいきつつ、こういうところロイちゃんじゃなくてスーパーバーバリアンでできるのがスーパーバーバリアンの良さでもありますよね。ここも1体ずつスーパーバーバリアン盾として使うだけでもね、ちょっとロイちゃんの HP は上がりそうな気もするんですが、どっちにしろクイーンが落ちちゃった時点で厳しいのかなってなると、さっきのやっぱスーパーバーバリアンは結構思ってるよりでかかったかな。突撃艦のバリューとしては結構でかかったんでね、これ守れるのかどうなんだ？ロイちゃん落ちるね、これ。投石のタ入ったね。結構行かれても、っていうか、相当行かれるレベルの突撃艦は食らったと思ったんで、これ守れんのは、ヒーローの HP 管理っていうところで、ちょっとミスが出たところかなというところですね。まあ、スーパーバーバリアン編成ってもうほぼほぼヒーローと突撃艦が全てなんで、そこですね。さあ、94% から5まで伸びるかというところですが、マニアーズ 94% です。さあ、カズマくんですね。クイヒーホグ。今日はクラウスがいないということで、ババーチャ使ってシュータータゲ取り。結構5番手のイメージだと。で、K から始まったんで一瞬クラウスって思ったんですけど、カズマくんもまだ攻めてなかったですね。さあ、両サイド挟み込み、イエティボーラー。ボーラーの方で、キャンプも削りたいんですけど、ちょっとイエティそのものの攻撃力もあって。ここで削れそうですね。さあ、クイーンと当たっていくところ、ここはレイジを使っていくことで、回避。シューターも上、ピヨーンって投げてます。いいベビドラですね。めっちゃやりたいと思った、それ。さあ、援軍もそろそろ当たってくるところなんですけど、アーチャーがね、まずは小出しで出てきてるところなので、まだレイジは使わずいいですね。このリクスケ、時間作られるな。援軍処理の時に要するにクイーンがレイジ乗せたいんですよ。ここね。リクスケルトンがなければこうしてレイジに乗った状況でクイヒーがずーっと撃つことができるので、今のタイミングまでレイジを抑えてたって感じです。一つ一つのね、レイジのタイミングっていうのも意味があるのでね。スケルトンがなければこの辺もレイジでラバーハンド殴ることができたので、いいタイミングのレイジだったかなって感じです。ここはいいトラップでしたね。ただ遅らせたことで序盤ね、レイジ付きのクイーンでターゲットを取ることができてました。クイーンこのままターンホールに誘導するってことだよね。めっちゃうまいな、これ。キングでサイドカットやりつつ、ホグのルート取りも綺麗。レイジとも一気に飛ばしていきます。通常ホグなんでね、スーパーホグと違って耐久力は低いので、こういうところはしっかりフリーズをかけていきつつ、クイーンの方も、そうですね、ここはクロークから入りました。インビジブル打つ余裕がなかった
っていうところかな。まあ、この方がね、圧倒的に操作難易度が簡単ですね。僕も展開した後だったので、この後は呪文をしっかり的確に使い分けて、あとはクイーンの方を延命するか、ロイちゃんの方を延命するかを状況を見て判断していく呪文の使い分け。外周部の方も通常ホグを差し込んで、うまいね。クイーンの方もギリ延命できるぐらいのタイミングで打ちつつ、インビジブルはこれクイーン、ディギーが入ったんで一瞬待ってから、ロイちゃんブーメランあるね。打っていって、ナイス展開。強い。うまいね。技術力がめっちゃ高いクイヒだったかなと思います。余力結構ね、少なく見えるんですけど、逆に言うと、今みたいな完璧なプレイングじゃないと取れなかったのかな。どうなんだろう。いい展開。さあ終わりまして、ちょっと結果自体はね、11対13ということで、星1も出てしまったんでね、大差11点というところで負けてしまいましたが、今日はクラスも入ってなかったっていうところで、一応ベストメンバーではなかったっていうのはありんですけど、2点差なんで1人分のね、結果以上の差はついてしまったかなというところでした。世界大会予選ね、最終予選の方も出てたクランなので、対戦相手の方は結構試合感みたいなところはバリバリ、ちょっと一瞬画面が切れちゃったんですけど、バリバリね、仕上がってるクランとの対戦だったので、ちょっとなんだろうな、試合感みたいなところで言うと、ナビはね、ガチガチの公式戦みたいなのがほとんどできてない状況で、結構なんか毎試合なんかこういう似たようなこと言っちゃってるんですけど、先に世界大会予選勝ち抜いた組ってなんか毎回こうなってるんだよね。去年もトライブとか、X チームとか、早い時点でね、世界大会出場を決めたクランってなんか結構、最終予選勝ち上がってきたクランよりも仕上がりで言うと、どうしてもやっぱね、試合数だったり、なんかプレチャレの対戦よりもやっぱり、もうね、いろいろ全てをかけた公式戦っていうのはやっぱ重みも違うし、かけてる。ね、なんか、練習の本気度みたいなところがやっぱ、練習っていうのはどうか、ちょっとあれなんですけど、真面目にやってるとしても 100% と 120% だとやっぱ 120% の方がね、仕上がる速度も速いと思うし、ラダーがやっぱ試合数たくさんね、強制的にさせられるんで、僕らが咲いたところでね、結果は変わらないんで、頑張ってもらえたらなと思います。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。